こんな田舎で暮らしてると、これ人間が生きていく上で一番大切なものって何かが見えてくるんですよね。その大切なものって今の本当にこう日本人がこうほったらかしにしてきたもんじゃないかなってなんかすごく感じますよね。ここの綾部はもともとはうちの親父のふるさとなんですよね。で親父はもうこんなになんかとにかく嫌で、若い頃24、5ぐらいの時にはもう京都市内の方には出て、で今の中華料理大砲を開くっていうことになりました。まあけど、まあ、昔を考えたらもうそれが普通のことなんですよね。昔って今みたいにねこんな便利にスマートフォンがあるわけでもなくて、まあ、その時から比べたら今もう田舎はこういう風にどんどん便利にはなってきてますけれども、まあその当時で田舎に引っ越したいなんていう人がいたら、まあ、かなりの変人ではあるでしょうね。まあそれから経済の成長とともに都市はどんどん発展していって、まあみんなの生活は本当に豊かになって、みんな美味しいものをどんどん求めるようになってきたと思います。そんな背景のもと、京都のお店も結構繁盛させていただきました。本当にありがたいことに。でもそれと同時にですよね、過剰にブランド化された産地の食材とか、まああとは星の数とか、あとはもう記号だけに自己満足するようになっていきましたよね。でそして巷にあふれた美食と言われるような言葉に違和感を感じるようにだんだん僕自身もなってきたなっていう感じがしました。で僕がここに移住してきた理由は、なんかそこの違和感に対するなんか答え合わせじゃないんですけど、何かしら答えを求めてここの場所にたどり着いてきたっていうような感じですよね。
川にはいろんな魚が泳いでいると思うんですけれども、例えばアユとかアマゴってものすごく結構大事にされますよね。漁協が卵から育ててわざわざ人為的に放流したり、それはこの魚たちが食用として、また娯楽としても経済的価値のすごい高い資源として扱われているようになっているからなんですよね。でも鯉とかナマズって食用として少し扱いにくい魚なんだと思うんですよ。よく汚いところで泳いでいるんじゃないかっていうイメージがあるんですけど、本当それはもう一つのイメージなだけであって、実際には全然そうでもない魚たちもたくさん泳いでます。でもとにかく僕たちが一番大事にしてるのは、こういうほったらかしの自然の中にいる魚なんですよね。そしてその自然の背景の中には結構複雑に絡み合った生態系というのがすごい存在すると思うんですよ。また竹林とか山林とかもそうですよね。今の里山にはそういったほったらかしの自然っていうのがいっぱいあるんですよ。自然っていうのはほっといたら全部自然かといったらそういうわけでもなくて、自然っていうのはほっとくことによってもう一気にやぶ化になってしまう。やぶ状態になってくると、やっぱりどんどん生態系というのは乱れてくると思います。だからこそそんな時に適度にいたわって自然界を、必要な時に必要な分だけその恵みをいただくことが、今の食文化の一番見直すべき本質なんじゃないかなと僕は考えています。里山って呼ばれる場所は、自然界と人間界とが適度に共生している、僕らがこの祖先から引き継いできた、理想的な環境です。だからそこに人が住まなくなって、田んぼとか畑が放置されると荒廃して、いつか自然に帰ってしまうわけですけど、その理想的な里山環境を再構築していくには、かなりの年月を要してしまうと。だから僕らはこの里山を祖先より引き継いだ共有の財産だと考えて、未来へ引き渡していくことが一つの使命だと考えています。
またこの田舎といえばこの畜産が大事な仕事になってくるわけですが、これはもう昔から貴重なタンパク源でもあって、大事な収入源でもあって、でもこれをこの生産効率とか経営効率を高めることだけを目指して大規模にすればするほど、いつしかこの自然環境への負担が大きな問題になってしまう。やっぱりこういう里山っていうところでは拡大志向的な20世紀的発想ではなくて、もっと昔ながらの小さな非効率でもいいから手仕事で行える畜産というのがすごい大事なんだと考えています。料理人である私たちにとって最も重要な食材って何かと言ったら、もう自然の水なんですよね。食材のほとんどは水と土と空気からできていて、畜産動物、野生動物、そして野菜もお米も、もうこれがなくては生きていけないんですよね。ほんで人間もそれを食べていかないと生きることができないんですよ。そしてそんな食の世界でも今はすごい大事な局面を僕は迎えていると思います。今世紀最大のプロジェクトとも言われるリニア中央新幹線とか、また我々京都にも大きな影響を及ぼす北陸新幹線の延伸工事の計画ですよね。その多くが山間部のトンネル構造の中にあるので、凄まじい自然破壊と水の枯渇が危惧されているんですよ。でもこういった過剰な公共工事って今へ誰かの私腹を肥やすだけで、この国土から命の恵みをどんどん奪っていくだけになっちゃうんですよ。だけどね、批判ばかりしてても何も始まらないなと僕は思います。料理人の僕がこんなことを、環境のこととか言うてると、どうしても最近流行りのセルフブランディングとかに思われちゃうんかもしれませんけれども、でもまず料理人の使命が美食っていう言葉を表現するのであれば、まず日本のふるさとをもう自分たちの手で守るべき。これが 100% できなくても 60% 自分たちの力でできたら、それが一番いいんじゃないかなと思います。だからこのレストランを訪れてくれた人たちには、人間が一番大切なものっていうのを何か感じていただけたら、それが一番嬉しいですね。